説はしていただけると思いますが、どうですか、今日初めての放送席解説ということで。ちょっとすごい緊張してます。ちゃんと解説できるのかな。いやできると思いますけど全く緊張しているような様子がありませんが、現在は実は、社長として焼肉店を経営なさる、社長になるの夢だったって聞いて。そうなんですよ。お相撲さんになる夢になる前に社長になりたいって言ってたんですよね、ずっと。なんでか分かんないですけどね、社長を見てかっこいいなと思ってたんですよね。夢を実現しましたよね。そうですね、2つの夢が実現しました。そうですね。忙しいですか。忙しいです。力がすごい強いんですよ、当たればすごい強いんですけど、僕と相四つで右四つなんですけど、右四つになると、多分力も強いですし腰も重いと思うんですけど、足が長くて、僕より身長があるんですね。そうですか。大体右四つになってますかね。そうすると大体右四つになってますね。さあ制限時間いっぱいとなりました。大青山新入幕、今場所は2人、カズマと2人が新入幕ですが3勝6敗の成績。ふわっと立って右四つにどうやらなりました。右四つになりました。さあこれはどちらも十分の形ですが、振って体が足が出ました。寄り切り大青山の勝ちです。大青山4勝6敗、金峰山足が出てしまいました。6勝4敗となりました。がっちりと組み合いましたがどうでしょう。そうですね、がっちりと右四つでしたね。僕がさっき言ったように、振られてね、いいとこ取りましたね。大青山この左を回されて、胸が合うとどうしても身長が高いし足が長いんで、相手より高くなっちゃいますね。むしろどうせ右四つ狙いに行ってもなれないから、最初から左四つで行くこともありましたね。なるほどね。さあ今日対戦相手は大野勝です。こちらはちょっと足首の状態がこのところずっと思わしく変わっています。今日も行司金太夫が休場しています。7日目から足を痛めて休場です。左四つになりました。大野勝もどちらでも取れます。上手は錦富士、ここは一旦しのぎました。出し投げで崩して中にもう一回入ります。寄り切りました。錦富士7勝目、大野勝は負け越しとなりました。結局錦富士の得意の左四つの形になりました。どうですか。いい相撲でしたね。でも寄り切れなくて頭つけたときに、右の肘をちょっと絞る。見た後でどうでしょう。タッチペン解説お願いしていいですかね。これね、左四つになって、左四つで上手取って、右に振るんですね。振って頭つけるんですよ。これで右すごい空いてるでしょ。そうか。また右が空いてるとまた左から振られちゃうんですよ。なるほど。不思議な感じがします。先場所後に左肩の手術をして、しかしその手術の影響はもういい方に何か出ているような気がしますが、今日朝白龍との対戦。朝白龍2勝7。現在幕内は8勝1敗3人いますが、そのうちの1人です。青錦とそれから琴栄鵬とこの獅司3人です。呼吸が合いません。出足は朝白龍そのまま決めました。いや、こんなに強いならもう少し白星が重なってもいいんですが、これで3勝目。今日獅司はどうしましたかね。いい相撲でしたね。立ち合いからもろ差し狙ってましたね。そうですか。朝白龍関、こんな
からいっぺんに、指示で決めてなかったんじゃないですか。頭で当たりました。その後刺身の良さ。いい刺身ですね。大丈夫です。そうですか、はい、断裂で。断裂で。まあでもやっぱり体重が違いますから、そうですよね。ね、動かなくちゃいけない相撲を取る人にとってははい、きついかもしれないですけどね。さあ時間いっぱいになりました。休場明けでもかなり朝紅龍動きは出ています。右からのこの押っつけ、御嶽海の左差しを許しません。そのまま出ました。相手が引く瞬間を出ていきました。朝紅龍5勝5敗5分です。御嶽海1勝9敗となりました。いいお付けでしたね。右のお付けいいですね。我慢しましたね。はい、紅龍の、この右からのおっつけ、体勢も低いですしね、はい、低いし おっつけられるとやっぱ入らないですよね。これ右の膝を、右足を軸にしながら押しています。大丈夫ですね。すごいですよね。本籍地そんなことできるのと思っている方もいらっしゃるでしょうが、本籍地というのは、どこでもどこでもできるらしいですね。日本の中の、住所、いわゆる、地名番地があるところであれば、どこでもいいということですか。スカイツリーとかといっぱいです。千代翔馬、ちょうど同い年ですかね、千代翔馬とは。そうですね、同い年で新十両も一緒でしたね。同じ7月生まれだ。しかも新十両も一緒ですか。そうでしたね。さあ制限時間いっぱいです。右で張っていきましたが、入ったのは武富士。速攻でした。休みなく攻め続けます。武富士、立ち合いの張り込みも全くひるまず中に入りました。もうダメだったかという千代翔馬の表情ですが、武富士これで勝ち越しが決まりました。いい相撲でしたね。武富士らしい相撲ですね。千代翔馬関は張って刺したのが良かったですけどね、先に上手取りたかったです。右で張って左差し、刺したのいいんですけど上手取れてないんで、武富士関も上手取ったら強いですからね、右上手左差し休まないですし、頭を逆に持ってって上手なんで、そうですね、すごい独特ですね、なかなかいないですね、でも左四つになれば相当の強さを発揮します。今日カズマとの対戦で、カズマは今場所の新入幕力士の一人。カズマ関も左四つにはなるかなと思いますけど、先に言われて取れた方が有利かなって感じですね。先場所十両優勝で一気に新入幕を果たしたカズマです。ちょっともろく落ちてしまいました。膝入っちゃったんですよね。でもね、今場所出だしはカズマらしい相撲があったんですが、だんだん中盤あたりからちょっと脆い相撲があるなという、そんな印象です。右足が流れました。膝が悪いのが、何もテーピングも何もしてはいませんが、角度でしょうね。でもそうですか。足も滑った感じが見えませんでしたね。足は上がってますね。上がってますね。上で止めるのをやめたんですね。そう。だからね、もう今日はちょっと意識もあるかもしれませんね。相手がね一緒になって止めてくれればいいんですけどね。これ何のためにやってるんですかね。やっぱりね、琴恵峰自身はやはりお客さん、
今日は阿炎と初めての対戦ですが、さあ阿炎が何かやってくるのかどうか。立ち合い動くことも時にあります。左で張って左に動きました。上手が外れました。切り返し、琴恵光9勝目、よく反応しました。落ち着いてましたね。多少頭にありましたかね。やはり今日は張って左の上手を狙いに来ましたが、その上手投げで上手が切れてしまいました。しかし琴恵光、確かにこれ本当はね、引っかかっても仕方がないんです。これ阿炎関の左上手で引っかからなかったんですね。一旦ね、取れたかと思いましたが、張って取りに行ってるんで、はい、上手を、はい、上手取れてればまた違いましたね。なるほど。いや、それにしても琴恵光見事です。いや、モテモテだったね。今でもね、大変な人気ですがね、翔猿関は。翔猿だからずっとモテてるんじゃないですかね。いい人生ですね。さあ、こちら高安です。7勝2敗。なんとかね、一度まず、優勝してほしいですね。優勝というね、さっき優勝の話題がありましたが、さあ高安7勝2敗で勝ち越しは見えてきています。今日は勝ち上げでいくんですかね。ああ、そうですね。勝ち上げでいくのか、手を出していくのか。まずは突っ張りから左を差そうという動きはありましたが、よく見てつきました。高安勝ち越しです。いやー、よく落ち着いてましたね。落ち着いてますよね。よく見て勝ち上げでもなかったですね。ちょっと抑えていきましたね。抑えてというか、相手を入れないような。そうですそうです。翔猿関が、右に左にも動くんで、どっちに動いても対応できるようによく見てますね。途中からも突きに変えました。よく見てますね。落ち着いてますね。これで通算高安827勝目、日馬富士と並んで歴代13位という歴史上13番目の数字となってきました。あと1勝、もう一つ勝てば琴奨菊と並んで12位ときますけど、やっぱ腰が高いんで、狼雅関が左前みつ取って、右四つになって、上手を取らさず攻めるっていうなんか想像がつきますけど、なるほど、それが不思議ですね。勢いで勝ってるんですね。なるほど。狼雅関より勢いですからね。なるほど。勢いで持っていく、勢いで投げる、勢いで突き落とす、そうなんで。木村秋次郎が合わせます。時間です。今日右が入りました。左前回し、これは狼雅の形になってきています。出し投げ崩しました。送り出し初めて勝ちました。今日は狼雅の杉翔さんがもう言った通りの左の上手、形を作りました。このイメージでしたね、僕は。そうですね、確かに全然不思議ではないですもんね。五分五分なら分かりますけど、送り出しで狼雅が勝ちました。互いに4勝6敗に変わりました。一番いいまた左の前回しを取りました。いいですね、この出し投げもね、崩し方うまいですね。かもしれません。でも左に刺すのもちょっとね、怖がってるでしょうね。婚姻届もあり、力士の引退もあり、今度新しいビジネスもありということで、さあ朝乃山が登場しました。差しやすいという話をさっきしていましたが、右四つの相四つだった朝乃山と、藤青雲の重心が低い力士なんで、相撲を取ってもすごい低いんですよ。だから多分あんまり大きく見えないんでしょうね。確かにこうやって見て、朝乃山とそれほど変わらないなという、朝乃山は1メートル88センチです。突き上げてきました。右四つになりかけています。これで朝乃山でしょう。
寄り切りました。左の上手も引いていました朝乃山。これで4日目から7連勝で勝ち越しが決まりました。なると強いですね。右四つはね、やはり右四つになったところから始めれば、今でも一番強いかもしれませんかね。藤井瑞希も立ち合い良かったですね。そうですか。角度と突き放して、2回目当たった時に脇空いてましたね。右を差させないように左を固めていったと思うんですけど、左の上手もしっかり引いていました。こうなったら朝乃山ですね。これで朝乃山8勝2敗勝ち越し、藤青雲5勝5敗となりました。幕内の前半の取り組みが、そうか、付け人大変ですよ。付け人がね、伊勢ヶ濱部屋はそれだけ人数はいますからね、その分はそれでも50人60人いるわけじゃないですからね。確かにね、その通りですね。さて土俵はこちら藤良が23歳、そして欧勝馬。欧勝馬は 7日目から3連勝中です。制限時間いっぱいです。欧勝馬もレスリング経験がありますので前傾での相撲を取ります。突き上げますがはたきました。これが欧勝馬いつもはたいてしまいますが首をひねりました。勝ったのは藤良が。少々のはたきにはこの力士落ちません。期待の若手力士の一人ですが、どうですか藤良馬という。藤良馬関は、はたいても落ちないですよね。落ちないんですよ。そう、すごいですよね。取れますね。すごい腰が重いんですよ。どんどん伸びるんじゃないですか。そうですか。まだ入門から1年半です。大イチョウもまだ言えていないという。なっちゃいましたね。宇良もね、今ふっくらと大きくなりましたが、小さい時代から対戦もあって結構いいですよね。炎鵬にも強かったですよね。そうですね。小さい力士に強かったですね。小さい力士結構得意だったですね。で昔からやっぱ翔猿と稽古してたんで。なるほどね。そうか。もう小学生中学生の時はもう翔猿関しか稽古相手がいなかったので、もう一人翔猿と同じ年の子がいたんですけど、その子も翔猿より小さかったんでずっと3人で稽古してたんで。さあ立ち合いから平戸海が出ていきました。右のかいな返りかけました。いなされた。宇良が勝ちました。平戸海1勝9敗となりました。攻めていく相撲は取ってはいるんですが、なかなか白星に結びつきません。タイミングですね。こういうのがまたうまいのも宇良なんですがね。右を刺されて、つまり左のかいなが上がりかけたところでさっと体を入れ替えるといううまさ。平戸の勝ち上げからここまで悪くないと思うんです。よかったですね。宇良関が右に動こうとしたときに、平戸海関が前に出たんですね。それがいわゆるタイミングという。これね。角度間違えちゃうとね。時に大きな相撲を取ります。まだ若いからいいですけどね。この相撲を30代超えてできるかっちゃできないですよね。そうかもしれませんね。首の後ろの僧帽筋、肩の筋肉も盛り上がってきました。今日で藤ノ川幕内連続出場100回という区切りの日です。隆の勝戦です。隆の勝関も、先日僕の焼肉屋に来てくれましたんで。そうですか。なんとか勝ち越してほしいです。それは応援しなきゃダメですね。突き上げて隆の勝、右の腕が伸びました。突き出しました隆の勝の勝ち。焼肉パワーでしょうか。4勝6敗。藤ノ川も4勝6敗となりました。いい相撲でしたね。これはもうまさに隆の勝の相撲でした。やっぱり小さい力士を相手に中に入れませんでした。突き方もいいですね。そうですか。真正面についてもやっぱりいなされちゃうんで、右と左の角度が違うんですよ。
はいいですね、これされるとね、小兵力士は新小結、新三役の場所ですが、ここまで5勝4敗できました。役力士との対戦はもうすべて終わっています。今日は豪ノ山戦、どっちが思いっきりいい相撲を取れるかですね。はい、今日も吉野富士がきれいに先に両拳を下ろしました。吉野富士関は捕まえたいでしょうね。どうでしょうか。豪ノ山の出足は、うわー、いっぺんに攻め切りました。これが豪ノ山の相撲です。思いっきり良かったですね。ああ、すごい相撲でした。この相撲取ってれば、はい、引く必要ないんですよね。いい相撲です。いや、その前の隆の勝も篠川戦いい相撲を取りました。豪ノ山も素晴らしい内容でした。本来の押っつけも効いてましたし、この左ね、右のど輪左押っつけとのど輪が効いてましたね。押っつけとのど輪で、ね、吉野富士関が埼玉栄高校の、剣翔さんの後輩にあたります。不思議な気がするほど一山本には勝てなかったという剣翔さん。学生時代は対戦なかったんですか？ないですね。2個下でやってもおかしくなかったんですけど、なかったですね。さあ、時間です。引きました琴勝峰。しかしここは持ちこたえて、しかし今日は一山本の上手を取りました。もう一回上手を取ります。頭をつけて、右四つでも相撲を取る一山本です。頭をつける体勢です。体の柔らかさは琴勝峰。それでも出ていきました。出し投げで崩しました。一山本勝って5勝5敗。左からうまく出しました。突っ張って叩くのもあるんですけど、左は取ったら強いんですよ。これタッチペンなんとか解説できますか？右四つなんで、右を差してたんですけど、取っても強いんですよね、この力士は。これはたかれた後にも上手取りました。取れるんですよね。もう一回取られるんですよね。ないペンでやるところないな、これ。ないですか。じゃあ、余計なことを言いますね、私がね振ってしまいました。これいいですよ。この後出し投げもいいタイミングでね。頭つけましたね。頭つけたのが良かったですね。琴勝峰が出ていこうというところを左から出しました。良かったですね。過去は熱海富士の6勝で美ノ海の2勝です。そういう相撲もこれまでありました。木村晃之助が合わせます。三役格の行司。左前回し、無理やり右を差しました。カイナが帰って一枚回し、かなり伸びてきました美ノ海。そのまま煽ります。寄り切り、熱海富士勝ちました。7勝目。この体で力強いですね。あれだけ下から、いわゆる少々がぶられますと美ノ海も残せません。負け越し、3勝7敗となりました。一枚回しだから伸びたから入りましたね。右を差し取りましたね。そうか、一枚回しなんですよね。ね。左を抱えてるんじゃないですか。上手を取っていませんかね。取ってないですね。本当だ、左は取っていませんね。この体で胸を合わせてがぶられたら、これはもうどうしようもないですね。どうしようもないですね。ここ上手は探りました。ないですよね。まず見なくなりましたね。よくわかんないですもんね、あれ。そうですか。
だって次だと思ってるのに今立とうってうん、お互いに思わないとないわけじゃないですか。まあまあそうそうだからもう1回目2回目から行くぞという雰囲気がね、ないとなかなかね。なかなか難しいですよね。さあ時間です。霧島やはり連敗は許されない今日10日目。をついて立てない。先に拳を下ろされました。何かこのシーンとした中で緊張感が伝わってきます。ああいうのがあるとちょっと手をついて左四つになりかけています。外せないように。上手前回し、霧島が先に取りました。こうなれば霧島です。勝ち越しを決めました。連敗はありません。そうです今日は堂々とした相撲でした。ね。やっぱり上手を取らせないように当たって、刺身もね、はい刺させられるし先に上手取る、はい、うまいですね。これはもう剣翔さんが取り組む前におっしゃったように、先に取られてはいけないというもう十分に霧島の頭にはありましたね。ありましたから昨日急いで出ましたから一気に出ませんでしたね。形をだんだん作っていき取らます。せないで右をつけて取って一呼吸置いてから出ましたね。一旦下手切れました。そうでしたね。一呼吸置きました。まあ立ち合いもね互いにいい立ち合いを見せました。これが手回しです。でもまあ下がった場所で10番勝てば戻れるという。さあ琴櫻もう一番一番が大変な状況で戦うことになります。行司は43代立行司式守伊之助です。左前回し得意の回しを取りました。これで負けてはいけません。ひねりました。左の上手からのひねりです。上手ひねり琴櫻の勝ち。ちょっと確かに王鵬に元気がありません。王鵬関は元気ないですね。足がやはりちょっと歩き方も不自然ですね。王鵬関は張ってきました。あれありましたかね。張ったように見えたんですね。張っていったかどうか。本当ですね。張ってってますね。先輩を張って右差しに行ってますね。でもこれでもう琴櫻上手を取りました。上手からひねりました。右張って右差してますね。これで琴櫻5勝5敗。いやまだまだ。ここで制限時間いっぱいです。今日は平幕で1敗だった獅司は敗れましたが琴恵光勝って9勝1敗白星を伸ばしています。青錦ここまで8勝1敗できました。今日横綱戦豊昇龍逆転優勝の望みもまだ残っていると思います。8番目に来ましたが左の上手先に形を青錦作りました。勝ちました。上手投げ青錦勝ちました。豊昇龍4敗となってこれでちょっと優勝は難しくなってきました。青錦大関復帰まであと1番というよりも優勝争いの先頭です。いややはり合い口です。
どうやっても豊昇龍いい形になれません。いい左回し取りましたね。立ち合いのもう腰に行こうとしたんですけどね、から取りました。早かったですね。で次の攻めも早いですね。次の攻めも早いです、取ってからすぐ左に回るんで、はい。これ左に回らないともろ差しになられちゃうんですよね。ああ、そうか。右差して左も横綱入れてたんで、それを回ることによって回避できますんで、左の上手取った瞬間にすぐに左動きましたね。確かに。あのまま前出ようとしてたら入っちゃってるんですよね。この辺りの勘もいいんですね。すごいですね。足の痛みを感じさせないような、勝った後はちょっとまた足を気にしますが、それでも完勝でした。冗談ですけどしてましたね。いやいや、冗談じゃなくて、それはね、可能性はあります。本当にできるならやりたいなと思ってますけど、今日は結びで大野里戦、今日解説をするというのは知らないですか。知らないであ、す。知らない。そういう連絡はしてないですか。はい、過去大野里には1回しか勝っていません。大栄翔8対1という数字で、一昨年の九州場所11月関脇時代に当時新大関の大野里に大栄翔の一番勝った相撲がありました。もろ出しになったやつですね。ああ、そうです。寄り切りで勝ちました。よく覚えてますね。今目の前で豊昇龍も4敗目を喫しました。大野里もここまで4敗、優勝という面ではもうかなり厳しい状況でそうですね。大栄翔戦です。大栄翔6勝3敗できています。大栄翔突き放したいですね。大野里ちょっと見ていきましたね。ここで突き起こして出ましたが、どうでしょうか。ちょっと左に打っちゃろうとしましたが、寄り倒し、大野里が勝ちました。右が入りましたね。そうですね。結びは大野里が締めました。右手に束になった懸賞をつかみながら花道を引き上げて、大野里6勝4敗の成績です。とね、一気に出るのではなくて、よく見てましたね。見ながら行きました。引きながら右が入りました。これね、大野里関のはい強みは、はいこの勢いとか体をぶつけるとかもそうなんですけど、はい右四つもそうなんですけど、はいこの左のはい使い方がすごくうまいんですよ。左の起こし方ですね。なるペンでやっていいですか？ほど。いいですね。ではもう一度出してもらっていいですかね。わからないですけど、はいおっつけ最後のおっつけによって肘が伸びるので、これですね。ね、ほら本当だ。肘が使えてないですよね。肘が伸びるからこのまま倒れちゃうんですよ。いや、肘が曲がってたら多分また変わりますよね。いや、いずれにしても結び大野里は勝って、それでも6勝4敗、横綱2人が6勝4敗の成績となりました。さあ、この後は今日の取り組みはすべて終わりましたが、剣翔さんが選ぶ今日の一番ということでたっぷり振り返ることにします。